おなつこんちこんぽんぽんということで今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ターゲットマンの動きを知っておきたいやっていきたいなと思います。コレルなんですけども、使いました空中戦マジでやばいんですよね。しかもね、意外にね、足元もいけるんですよね。キャップ萌えみたいなね、してるんですけどこのね、コレルターゲットマンの動きを今回ね、やっていきたいなと思います。はい、検証方法ですね。検証方法は今までと同じような形になっていきます。長者普通でボール保持者、対象選手以外はプレースタイルなしの状態で、チームスタイルはショートカウンターで基本的な動きっていうのを目安としてね、見ていきたいなと思います。左サイド、センター、そして右サイド、ここをビルドアップして見ていきます。今回ですね、無印のトッティも使いながらワントップ、ツートップを見ていきたいなと思います。まずはトッティのね、無印のところ、これおさらいみたいな感じになりますが、見ていきます。まずはツートップからですね、見ていきます。はい、見ていただきました。この辺りで裏抜けとかをよくするような印象ありましたかね。全体的にこうパス受けもするし、裏抜けもするしっていう感じ。距離が近いと特にパス受けするって感じでしたね。さあ、ここからコレルですね。コレル見つけやすいなはい、見ていただきました。ずっとこうパス受けの合図っていうかね、手を出してる感じ、これありましたよね。体向きもね、ずっとボールの方向いてるって、そんな感じでしたね。でセンターのこれ左側同サイドの時はそれなりパス受けで、ただこれが右サイド側のセンターになるとですね、パス受けももちろんしてるんですけど、裏抜けとかもこうし始める、そんな感じですね。ここでそうですね、こうやって裏抜けをすると、ちょっと無印よりは遅めのタイミングではありますけど、してるって感じでしたね。ただね、これ右サイドだからっていうか、反対サイドだと左サイドの選手、左サイドミッドフィルダーとかが裏抜けしないから、スペースが空いてるから裏に走るみたいなね、そんな感じかもしれないですね。はい、次ワントップ見ていきます。この辺りですかね、ハーフライン超えた辺りぐらいから裏抜けとかを考えてるって、そんな感じでしたね、無印は。これもさっきと同じでパス受けと半々にしてやってるってイメージでしたね。はい、こっからコレルのワントップになります。ツートップの時に間違えてインテルのユニフォーム着ちゃってたのはちょっと見逃してくださいてかこのスカットでさっきディビジョン戦間違えていっちゃったんだよね案外勝てそうだったっていうねはい、ということで見ていただきました。基本あんま変わんないかなっていう感じはしましたね。で、特にこう、常にボールを見てくれてるっていう印象、ここはやっぱさっきと同じでもありましたね。で、体をね、ボールの方に向けてくれてる分っていうか、敵を背負おうとしてる感じっていうのかな。そんな感じはしました。裏抜けもしなくはないっていう感じでしたかね。ただ無印よりはちょっと遅めなのかな、タイミング的には。で、ビルドアップのサイドあんま関係なさそうでしたね。右でも左でも動きはそんな変わんなかったかなって感じでした。で、カウンター時とかに関してで言うと、プレスとあんま関係なくね、誰でも裏抜けはしてくれるんで安心してください。はい、でこれね見ていただきたいんですけど、実際のプレーのとこなんですけど、これでボレー
ね。これいいよね。これ見ていただきたいんですけど、ボールにね、こう体を向けてるんですね。ボールがこの、で、これずれてもこうやって体をね、背負える状態にしてるんですよね。で、ワンタッチで叩ける状態になってたっていうことですね。まあ、この最後、ここね、このコンパクトなボレもすごいけどね。2メートルとは思えないコンパクトなボレですけど。で、あとはこの高さですよ。コレルで言うとね、やっぱり、相手をぶち抜くようなヘディング。これはね、もう唯一無二の爆発力ですよね。で、これね、ちょっと実は見てほしくて、このボレーの時もですし、このコーナーのヘディングの時もなんですけど、これ対峙してんのが、マークついてんのサイドバックのアーノルドなんですよね。で、これ前回の動画でですね、一応言ったんですけど、ミスマッチが起きるとですね、やっぱほぼほぼ確定でヘディングとか勝てちゃうわけですよね。で、流れの中だと受け渡しがあるのしょうがないんですけど、結構試合中あるんですよ、このミスマッチというかね。なるので、ここをつけるヤン・コレルもやっぱ強いですよね。得点源になりやすいなと思いました。というところで、結論。ターゲットマンはターゲットにされたいマンとします。はい、ということで見ていただきましたけども、常にね、動きに関しては常にボールの方に体を向けて、俺ここにいるよってね、ターゲット注目されたいって感じしてね、俺ここにいるよってね、と考えるとですね、ターゲットマンはワンパスルーパーはやっぱ欲しいのかなっていう気はしましたね。数値が高ければある程度どうにかなるけど、クライファートとかもそうだしね。そんな感じがしましたね。ただね、こうやって誰にも負けない何か一つがあると、それだけでやっぱ重宝されるんだなと思いましたね。人生と同じ。で、僕実際結構使ってきたんですけど、コレル入れると、やっぱりね、クロス上げざるを得ない状況とかになりやすいんですね。裏抜けもしないしね。で、これやってる人分かると思うんですけど、1試合ずっとクロスだけだとね、なかなか勝てないんですよ。安定しては勝てない、試合としては勝てないんですよね。なので、後半途中から出すと、やっぱり一番効果的なのかなって思ってましたね。僕はそれまでですね、メッシュとかオーウェンとか使いながら、細かくというかね、ドリブルをしっかりしながらですね、中央突破していくんですけど、途中からコレルとベッカムを一緒に出すというかね、そして敵からするとめちゃめちゃ対応しづらいだろうなと思いながらやってますね。なので、後半途中から出てもですね、普通に2得点とかしてくれたりとかね、普通にするので、こんな感じで使うのが一番いいのかなと個人的には思ってますね。皆さんのおすすめの起用法とかあればぜひ教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの企画どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。コレルってだけでね、結構前作で言うとネタ枠みたいな感じになりがちでしたけども、今回に関してはネタじゃなくて普通にガチスカでいけるですね。ガチ枠ですね。ぜひやってみてください。それではまた。バイバイ。